全てカードの裏の色全部違ったっていうのが分からなかったですね。はい、相手はとりあえず実際本当に左の下突き打つんですけど、僕この左の下突きは、左の下突きのための身体操作で打ってないんですよ。どういうこと外が左の下突きなんですけど、基本で入れられるそのサトルティを通した情報っていうのは疑わないんです。というか疑えない、これが結構脳の微弱性をついてて結構悪魔的なんです。前もねちょっとお話ししたことあると思うんですけど、例えば、じゃあですねちょっといいですか、僕こう離れていただいて、でちょっと離れてみていただくと分かりやすいかな。でこうやった、何やりましたかっていう話ですよね。手を回した。そうですよね、手を回しました、でも今のスローで見ると分かるんですけど、こうやったんですね。こうやった、グーチョキパーってやったんです。そんな見てないですね。見えないんですね。でこの大きい情報を処理する時っていうのは、今何やったのかなって見てた時に手を回したっていうのを見てたのが、意識的な処理の方ですよね。でもこの情報というのは、よほど目立った場所がない限り、大きい動きの中でパーツは情報が弾かれるんですよ。そうですね。これが結構大事で、大きい動きの中で嘘の情報を与える、与える時は副次情報として与える、これがサトルティという考え方、概念なんですね。なるほど。自分がその受け手側ですよ、受け手側の方は自分が情報を処理してると思い込ませてることができると、より強い錯覚や思い込みを作ることができるというのがサトルティの考え方なんですね。なるほど。これちょっとね解説まではできないんですけど、ちょっとやりましょうか。じゃあ例えば、数字が1234番まであります。で見といていただきたいんですけども、赤いカードが1枚だけあります。数字ハートとかダイヤとかあるんで、どれが何番が赤いカードだったかだけ見といてください。これ見といていただければね。じゃあこれですね。こうでしょね。と何番でした？ 2番。2番が赤かったですよね。OK です。で、多分気づかなかったんですけど、裏の色ってどんな色だったか覚えてます？なんかこんな感じの色だったのは覚えてるでしょうけど、全てカードの裏の色全部違ったっていうの分からなかったですね。いや全然、これは分からなかったですよね。こういうことをやってます。これ最初から違ったんですか？これずっと初めから違うんですけど、全然気づかなかった。でこれはねちょっと解説できない技法も入ってます。そうなんですね。これフラッシュレーションカウントっていうのが入ってるんであれなんですけど、123とこう見せましたね。で多分言われてもちょっとわからないと思うんですけど、これずっとこの裏側しか見せてないんですよ。なるほど。この裏側しか見せてません。だから僕は同じところ、あれなんででね、ずっとねこっちしかここしか見せてない。なるほど。よーく見るとね、でこれがこうそういうことか。でこれ技法も入ってるんであれなんですけど、自然とね1枚の裏しか見てないのに4枚の裏側を見せてるっていう、ちょっとそういうことか。そうその技法も入ってるんで、ちょっとね解説したところでまたよりちょっと情報がなくなっちゃうんであれなんですけど、そっか。でこれをですね、じゃあこのカードの裏の色をちょっと見といてくださいって言っても通用はするんですよ、ぶっちゃけ。本当だ。全部通用します。で全部実は色が違うと、通用はするんですけども、これ今やりたかったのは、メイン情報を表側の1234の方にこちらに持ってきてるんです。そうするとより強化されるのが分かります。234
で裏の色は全部同じだったっていうのは分かりますよね、でも実は全部違ったと、錯覚が強くなるんですよ。こういうのがあるんですね。これすげえな、本当にそう見えるもんな。そうね、まあ正直これだけでね通用するんですよ。こっちですね、これだけで通用しますよ、全部赤になって。マジシャンでもこれこうやってるんですよ。ただできればもう1234とこちらのこれをメイン情報としてサブ情報として裏の情報、裏の色のカードはサブ情報として与える方がより錯覚というか疑念は生まれにくい、よりディセプティブっていうんですけど、より騙しやすいとか、錯覚が強まるとか、そういう意味で使うんですけど、ディセプティブなんですね、こういうことまでねやれるといいんですよ。だからまあ僕が空手がわからないからちょっと具体的にパッとなんか実際にこういうことやってんのかなとか、どういうふうにどこに応用できるかなっていうのがすぐパッと出てこないんですけどね。例えばこれって同じかなみたいなのがあるんですけど、どうぞ。ちょっとあれかな、キラさんに体験してもらって。お願いします。はい、ちょっとぜひ。僕が、やってる上段膝蹴りとかも結構近いのかな、ちょっと構えてもらっていいですか。こんなでいいですか。この距離か、もうちょっとこっちも逆にこっちですかね。ちょっと身長が近いんで、当たんないんですけど、例えばですけど僕は左の下突きをこう打つ時に、とりあえず実際本当に左の下突き打つんですけど、僕この左の下突きは、左の下突きのための身体操作で打ってないんですよ。どういうこと外見は左の下突きなんですけど、基本、上段膝蹴りのフォームなんですこれ。なるほど。でこれで下突きでボンって見せておいて、相手はこれを下突きだと思って受けてくれるんで、そうするとこれが上段膝蹴りっていうので、だからあえてこの情報を大きくバーンと見せて、そうするともうこれポンってやるともうこうなりますね。入りますね。こんな感じでなんか副次情報っていうのですかね。その初めからこれでその上段膝蹴りが例えばこう打ってから打とうって思うと結構バレちゃうんですけど、初めから上段膝蹴りのフォームだと思って左の下突き打っちゃうと、上段膝蹴りのフォームで僕は出してる、で意識は上段膝蹴りのままなんで変わんないんですけど、相手はこの情報を下突きだと思ってくれるんで、いや下突きだと特に思いますね。なんで上段膝蹴りが当たるみたいな。なるほどなるほど。のはなんか若干近いのかな。若干近いような気もしますね。なんかマジックの場合だと完全に隠れちゃう、だからそうですね、近くはありますよね。上段こうね、下同じフォームだけど上段膝蹴りのフォームだとは相手は思ってないみたいな、ですよね。特にあれですよね、その前の説明したやつと同じで、その水路付けしとくとより効果で一回同じフォームで出しとくとよりそうなっちゃいます。これはこの打ち方は下突きですよっていうのを先入観にはなっちゃいますけどね。なんかね、違うかな。なんか何かを打つためのこのポジションを取りが別の大きな動きのためのその前の動作というかそういう隠し方がなんかできそうな気がするんですよね。とか後ろ回し蹴りの隠し方とか可能かもしれないですね。どうなんだろう、出してくれるかな。ちょっと例えばですけど、こちらに移動するのが後ろ回しの準備だったりとか、なるほどね。っていうのはどう違うのかな、これは。そうですね。でもそういうのは入ってはくるような気もしますけどね。なんか近いけど、なんか完全に同じものでじゃなさそうな気もしますよね。なんかこういう感じで大きい技の中にちっちゃい技が隠れてるイメージがあるんです大きい技の中に小さい技、だから気づかない。実は分かりません。例えばさっきのもちょっと同じかもしれないですけど、この動きが本当はこの動きも含んでると、準備の動きだったっていうんだけど、これで終わってたら、もう膝蹴りは来ないですよね。このモーションという情報に対しては下段突きしかありません、
このペンを持ってたという情報にはペンしか持ってない、他のものは持っていないと思わせてた、はいはいだからこれは下段突きしかないと思わせて、本当は膝もあった、この考え方がサトルティに似てると。でも、そうですね、このなんですかね、でも、さっきの中段突きもこの中段突き実際中段突きとして成立するんで、そうですよね。なんで、どうなんだろう、下突きなんですかね、膝切り打たなくても、その一個の技としては成立してますよね。そうなんで、だからそうです、だからやっぱりそれ合ってるのかもしれないです。だからこれを見せてるっていうのは一回技を見せてますよね、技を見せてるっていうのとこに一回ここで終わって膝蹴りがないと思わせることができるっていうのがサトルティになると思います。じゃあそこは合ってたかもしれないです。かもしれないですね。ような気がします。例えば実際に受けてもらったら分からなかったパンチミットでどうしましょう。お腹にこれね、これね、こんな感じ、この下突きなんでこんな感じで、一応上段膝蹴りのフォームの打ち方ではあるんですけど、あえて相手にこれ下突きですよって思わせるために結構オーバーにバーンって打ちに行って、じゃあ僕の中の上段膝蹴りの途中でパンチを当てたフォームで打つと、こんな感じで打つんで、こう何回かパーンって当てると、このフォームで決めると上段膝蹴りだと思ってくれるんで、そうですね。でもこっちで地面を蹴ってるんで、もう足はもう上げれるんで、同じフォームでパンってもうこっちに行っちゃいますね、意識がね。もう入りますね。でうまくこうパンって打ってみて、ちょっと取れんなと思うと、その技捨てる感じです。なるほどなるほど、そうですよね。そこは選択できますもんね。払いたいな。そうですね、そうですね。そんな感じで、どうなんだろう。一応これ技としては一個それなりに当たったら効かせる技として成立しつつ、いけそうだなと思ったらそのままのフォームで上段左つなぐみたいな。なので、なんか今回このサトルティをお話しさせてもらったのは、なんかいやきっとそういうのいっぱいやってらっしゃるはずなんです、空手で。あるんだけど、それをあえて言語化することでちょっとなんかのヒントになるのかなと。なんかそうなんですよね。毎回そうなんですけど、このそういう使い方、なんですかね、相手の脳の引っ張り方があるんだったらこういう引っ張り方ねえかなっていうね、それを考えるのが好きだから。そうなんですよ。いつも教えてもらった時、それこそ視野狭窄とか教えてもらった時とか、ゴリラのやつも教えてもらった時とかも、あれでちょっっと広がりましたもんね。本当ですか。そうなんですよね、そのどうやって相手を視野狭窄にしようっていう考え方が、ベースの考え方ができたんで、なんで結構あれからこういろいろ使わせてもらって、ああいいですね、ありがとうございます。いいですね。そうなんですよ、原理を知るとその応用が今後できるんで、そうだから指導者とかクラスにこうなるほどなるほど、そうですよね。なんかね絶対やってらっしゃるものあるはずなんで、なんかこの思い込みを相手に疑わせないことを意図的にやってる相手、それも相手の脳の希弱性をついてっていうのが結構悪魔的だったというな考え方だと僕は思ってるっていうことだったんですね。そう今回ちょっとこれが一緒っていうのが分かると、この理屈をじゃあ他に応用してみようかなみたいなのが出てくるんで、そうですね。ちょっとね僕も今ちょっと説明が下手だったなと思っちゃって、とんでもないです。なんかそうですね、なんかちょっとこのままなんかに応用していきたいなって。なんかマジックのやつをいくつかお見せするとね、より分かるんですけどね、種明かしなのちょっとね種明かしがね、そうですよね。なんですけど、ちょっとその辺はまたよろしくお願いします。その後はなしですけど、映像はなしです。そうですね。でなんか考えられるかなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これだともう切られて自分から間を詰めるまでもなく相手を攻撃できると。でこれが腕力です、で体全体を緩めていくとというような感じになります。
今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。YouTube の、もちろんキラさん YouTube チャンネルありますし、はい、あとX と、インスタですかね、されてるんで、よかったらちょっと概要欄に貼っておきますんで、そちらもぜひチェックしてみてください。まあ定期的にキラさんテレビとかにも出られてるんで、はい、ぜひそっちも、チェックしていただいて、キラさんそれですね、それこそ X とか、フォローしてもらうと定期的にここの番組出ますよって事前に分かるんで、ぜひちょっとチェックしてみてください。ぜひフォローよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあいつもの挨拶をお願いします。日頃僕のチャンネルは見れば誰でも 100% 強くなれる情報を、毎週金曜18時、公開していますので、動画の内容がいいと思ったらいいねボタンとチャンネル登録して、これからも空手工芸の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっすいません、ありがとうございます。コンビネーションを作るために、また使えるようになるために、大切なことを5つまとめてきたので、今回はそれをお伝えしていきたいと思います。2つ目、当たる直前の位置関係、これポジショニングですね。で、3つ目は、基本は、ワンとワンツー。そして4つ目、相手の